界中のセイコーマートファンの皆さん、こんにちは。北海道といえばセイコーマート。今回はセイコーマートの新商品、復活商品の中から実際に食べてこれは買ってよかったと本気で思ったものだけをランキング形式トップ10でご紹介します。1年間を通して新商品の中には正直これは買わなくてもいいかなって商品もありました。 SNS で話題になった商品、気づいたら売り場から消えていた幻の商品、そしてこれは反則でしょうという神クオリティ商品も登場します。北海道民のリアルな目線で観光の方にも道民の方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までお楽しみください。それではセイコーマート買ってよかった新商品ランキング第10位からスタートです。第10位はまだ記憶に新しいこの商品、セイコーマートのモンブランです。11月24日に登場した新商品ですね。実はこれセコマのクリスマスケーキをミニサイズでお試しできる商品でした。この時期のセイコーマートってこうしたお試しサイズのケーキが本当に充実していて、自分好みのクリスマスケーキを探すのが楽しい時期なんですよね。各週でいろいろなお試しケーキが販売されていましたよ。つまりこれらを食べれば今年のセコマのクリスマスケーキの味がほぼわかるというわけです。使われているのはホールケーキのモンブラン4号と同じマロンクリーム。この滑らかなマロンクリーム、口どけがとても良くて口いっぱいに栗の風味が広がります。さらに細かく砕かれた栗の食感がいいアクセントになっていました。これがコンビニで気軽に買えるのは正直嬉しい。クリスマスケーキの予習としてはもちろん、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったりな一品。ちなみに今年の我が家のクリスマスケーキはこのモンブラン4号を選びました。お値段は2400円。とっても良かったです。続いて第9位の発表です。デンスケスイカバー。7月5日に復活発売した商品。これは思い出深いです。ランクインした理由は、実際に現地へ足を運び、名産品を調べながら紹介できたこと。北海道のドライブは楽しいのです。このアイスに使われているのは、高級スイカとして知られる北海道当麻町のブランドスイカ、デンスケスイカ。その果汁をなんと 18% も使用した贅沢なアイスバーです。デンスケスイカのふるさと旭川市のお隣当麻町。この黒くてインパクト抜群のスイカがデンスケスイカ。初競りでは一玉70万円の値がつくこともある北海道が誇るブランドスイカです。当麻町の道の駅にはデンスケスイカを使ったソフトクリームや地元産のお米など特産品がずらり。まさにスイカとお米の町という雰囲気でした。このスイカソフトも絶品でした。実はこのスイカ、水田の減反政策が進む中で稲の代わりに何を育てるかという背景から生まれた作物。田んぼを助けるという思いも込めてデンスケと名付けられたそうです。良質なブランド米とブランドスイカ、両方が揃う、実はとても貴重な場所でした。そしてこちらが現地のセイコーマートで購入したデンスケスイカバー。袋を開けた瞬間、ふわっと広がるスイカの香り。一口食べると、これはもうスイカの良いところだけを凝縮した味。ジェラートのようなシャリッとした食感にじんわり広がる自然な甘さ。暑い夏の日にぴったりのまさにご褒美アイスです。高級スイカの果汁を 18% も使ってこの価格、一度食べたらきっと驚くと思います。これは時期が来たらきっと登場するはず。このチャンネルではこうした北海道ならではの食の魅力を
これからも現地取材を交えながらご紹介していきます。ぜひチャンネル登録をして一緒に北海道のうまいを楽しんでいただけたら嬉しいです。第8位の発表です。第8位は北海道ハスカップソフト。7月12日発売の復活商品。これも現地厚真町で取材した商品。厚真町産のハスカップ果汁を使ったセイコーマートのご当地ソフトです。新千歳空港から車で約30分。豊かな自然と食の恵みに囲まれた美しい田園風景が広がる町です。実はここ厚真町、ハスカップの栽培面積は日本一。甘酸っぱい果実は夏にぴったりで、ジャムやスイーツとしても人気。新千歳空港で北海道土産を選ぶとき、ハスカップを使った商品が多く売っているのに気づいた方も多いと思います。町内のセイコーマートでは地元産のハスカップジャムも手に入ります。さらに厚真町はお米の産地としても有名。ブランド米桜米は8年連続で特 A 評価を獲得しています。肥沃な土地と清らかな水、この環境が美味しい農産物を育てているんですね。町の南側には浜東海岸が広がり、道内有数のサーフスポットとしても知られ、年間およそ6万人のサーファーが訪れるほど。自然と共に生きるこの厚真町からハスカップソフトが登場。2018年北海道胆振東部地震で厚真町は大きな被害を受け、基幹産業である農業にも深刻な打撃を受けました。そんな中、地元の希望となった作物がこのハスカップ。そして2025年は天候にも恵まれ、震災後で一番の豊作となりました。丁寧に育てられた厚真町のハスカップとセコマグループ豊臣牛乳公社のミルクが合わさり、甘さと酸味のバランスが絶妙な爽やかな夏の味に仕上がっていました。このソフトの特徴は酸味をあえて抑えているところ。豊臣牛乳のまろやかさを引き立てることで幅広い方に食べやすい味わいになっています。北海道の自然が生んだ小さな果実と、そこに込められた地元の思い、その味を楽しめるハスカップソフトは買ってよかったと思いました。続いて第7位、夜霧よ今夜もハンバーガー。5月19日発売の復活商品でした。中年の心をがっちり掴んだこのバーガー。まず名前が気になる。夜霧よ今夜もハンバーガー。いや、何それって思いますよね。実はこれ照り焼きバーガーなんです。かつて道民の間で爆発的に売れた伝説の商品が数量限定で復活。当時を知る中高年世代には懐かしさで思わず胸熱になる人も。パッケージには渋い男性のイラストにド直球の一言、生かすぜ。この昭和感、なんまら懐かしくてたまらん。そして気になる味はというと、あっさりのコッペパン風バンズにソーセージとハムの中間のようなちょっと独特な弾力のパティ。そこにかかるのは甘めの照り焼きソース。正直に言います。しっとりでもジューシーでもありません。でもこの素朴さが心にしみる。一口食べた瞬間、昭和の売店や部活帰りの記憶がふっと蘇る、そんな味です。製造しているのは北海道の老舗パンメーカー日糧パン。チーズ蒸しパンでおなじみ、北海道のリアルな食卓を長年支えてきた企業です。この夜霧よ今夜もハンバーガーはセイコーマート限定で3万5,000個のみ販売されました。見つけたら即買い必至のイカスレジェンドバーガーでした。第6位は高校生とのコラボ商品、
ふわしゅわグロゼイユのカーディナルロール。1月27日に発売した北海道限定の新商品でした。一口食べるとふわりとほどけるような軽い口どけ。メレンゲとスフレが重なり合った生地に口いっぱいに広がるのは赤すぐりクリームの優しい酸味。そこに蜂蜜のまろやかな甘さ、クリームチーズのコク、さらにレモンの爽やかな酸味が重なって、とても洗練された味わいに仕上がっていました。ここまで聞くとプロのパティシエが作ったスイーツと思いますよね。実はこれ作ったのは高校生。ってなりますよね。このスイーツはハイスクールパティシエロワイヤルで最優秀賞に輝いた作品。北海道の食材を使い未来のパティシエを育てるこのコンテストで頂点に立った一品なんです。制作したのは三笠高等学校の生徒さん。見た目も可愛らしく、すぐりの実のアクセントも印象的。すぐりは北海道のような冷涼な気候で育つ果実で、その酸味とふわもち食感の生地のバランスがとても良く、完成度の高さに素直に驚かされました。そして同率6位がこちら、ハニータマシュープリーズ。こちらも同じく三笠高等学校の生徒さんによる作品です。このスイーツの主役はなんと三笠名産の玉ねぎ。香ばしい玉ねぎの風味に蜂蜜の優しい甘さ、そこへレモンの酸味が加わり、クリームチーズが全体をまとめ上げます。正直玉ねぎのスイーツってどうなのと思いましたが、食べてみるとこれは完全にあり。香ばしさと甘さが共存したとてもクリエイティブな一品でした。第5位。第5位は本格四川風麻婆豆腐。2月26日に復活販売された商品です。まずジャンルは中華ですが、これがただの麻婆豆腐じゃありませんでした。本場四川の味を意識したかなり攻めた本格派。特徴は何といっても辛さとしびれの奥にしっかりと感じる旨味。ホアジャオと唐辛子がたっぷり効いていて、蓋を開けた瞬間からスパイスの香りがガツンと立ち上がります。豆腐はしっかり煮込まれていて、とろっとした口当たり。この質感がまたたまりません。まず最初にピリッとした辛さが来て、その後追いかけるようにホアジャオのしびれがじわじわ広がっていきます。辛い。でもただ辛いだけじゃない。旨味がちゃんとあるから気づいたらもう一口。これはもうやらずにはいられません。ご飯にかけて麻婆丼も間違いなし。白ご飯との相性は抜群で、麻婆の辛みと旨味がご飯をどんどん呼び込みます。コンビニの麻婆豆腐でしょと思っている人ほど一度は食べてほしい。本気で攻めた味だからこそ5位にランクインです。続いて第4位。第4位は3月31日復活発売、北海道限定もちもち食感のシュークリーム豊臣ミルクです。お値段は138円。正直に言います。これめちゃくちゃ美味しいです。使われているのは豊臣ミルククリーム。豊臣町産のミルクを思う存分味わえるシュークリームです。豊臣町といえば日本最北の酪農地帯。一面に広がる大規模草地牧場。広すぎて牛がどこにいるのかわからないくらい。総面積はおよそ1500ヘクタール。東京ドーム約320個分と言われてももう想像できませんよね。そんな美しい自然に囲まれた環境で育ったミルクを使った濃厚でリッチなミルククリームをもちもち食感のシュー生地にギュッと詰め込んだ一品。一口食べるともちもちのシュー生地と滑らかなクリームが絶妙に絡み合います。ミルクの濃厚さはしっ
かり感じるのに後味は軽やか。この甘さ、気づくともう一個食べたくなるタイプです。このクオリティで138円。味、素材、価格、すべてのバランスがとにかく優秀。堂々の第4位にランクインしました。第3位。第3位は特濃豊臣牛乳のミルクプリン。3月24日発売の新商品です。ミルク好きのためのど真ん中。豊臣町の恵みをぎゅっと一つに詰め込んだ贅沢ミルクスイーツ。一口食べて思うのは、とにかくミルクが濃い。滑らかでとろっとした口当たり。舌の上でゆっくり広がるミルクのコク。でもここがすごいところ。甘さは控えめで、あくまで主役はミルク。ミルク本来の自然な甘みがしっかり前に出てきます。濃厚なのに後味は驚くほどすっきり。最後まで飽きずに、気づいたらスプーンが止まらなくなるタイプです。正直特濃って名前ちょっと盛りすぎじゃないって思ったんですが、これは名前に偽りなし。素材の良さを変にいじらず、派手さはないけれど完成度がとにかく高い。北海道の大自然が育てたミルクをストレートに味わいたい人は間違いなく刺さる一品でした。第2位はちょっと大人な一本。十勝ワイン山幸のワインサワー。4月14日発売の新商品でした。お値段は158円。このサワーに使われているワイン、実はかなりすごい。北海道池田町で作られている十勝ワインの山幸。この山幸、山ぶどうと清見を掛け合わせて池田町が独自に開発した北海道生まれのぶどう品種なんです。寒さにとても強く、北海道の厳しい冬でもしっかり育つ。山ぶどう譲りの野菜味とギュッとくる力強い酸味が特徴で、ジンギスカンやジビエ、スパイシーな料理とも相性抜群。しかもこの山幸、日本で3番目に国際的な品種登録までされた世界に認められたぶどう。今では海外でも堂々と山幸と名乗れる存在なんです。今回のサワーにはその山幸を2024年に早摘みして、あえて酸味を残したワインを使用。一口飲むとって思うぐらい香りも個性もしっかり感じられます。甘くない、すっきりしている。でもちゃんとワインの存在感がある。正直これが158円なのは反則レベル。お酒好きな方はもちろん、甘いお酒が苦手な方にもぜひ一度試してほしい商品。セイコーマートの本気を感じる買ってよかった一本でした。さて、いよいよ第1位の発表です。第1位は贅沢アップルパイ。このアップルパイ、復活発売されるためにこのチャンネルでは必ず紹介しているんですが、本当に毎回レベルが高い。動画を出すたびにまた食べたくなった、今度探しに来ます、そんなコメントをたくさんいただく商品。まさに殿堂入りクラスのアップルパイです。名前の通りとにかく贅沢。中には大きめにカットされたリンゴがゴロッと入っています。シャキッとした食感と柔らかさのバランスが絶妙。甘さはくどくなく、リンゴ本来の自然な酸味がしっかり感じられるので、最後まで飽きずに食べられるのも大きなポイントです。正直に言うと毎回こう思います。これ本当にコンビニでこの価格でいいのって。素材の良さをちゃんと生かして変にごまかさない、まさに
セイコーマートらしいスイーツ。アップルパイ好きの方はもちろん、まだ食べたことがない方にもぜひ一度は試してほしい一品です。今年も必ず復活発売するはずです。見かけたら迷わず手に取ってください。ゴロッとしたリンゴの存在感、バランスのいい甘さ、そしてこのクオリティでこの価格、何度食べてもやっぱり美味しいな、そう思わせてくれるアップルパイですよ。一番リピート買いしたセイコーマート商品だからこそ買ってよかったセイコーマート新商品ランキング1位に選びました。ということで今回は2025年に登場したセイコーマートの新商品復活商品の中から本当に買ってよかったと思えた年間トップ10をお届けしました。正直これは今回は見送っていいかなという商品もゼロではありません。その中で何度も買い記憶に残りまた食べたいと思えたものだけを今回のランキングに入れています。この動画が次のセイコーマートへ行く時のちょっとした参考になれば嬉しいです。そして今年もまた新商品復活商品を現地取材や実食を交えながら紹介していきます。見逃したくない方はぜひチャンネル登録をして次回のレビューも一緒にチェックしてくださいね。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。今年も一緒にセイコーマートを楽しみましょう。バイバイ。